さあ、水槽立ち上げ動画ということなんですけど、今から6ヶ月ほど遡るわけなんであります。というわけで、これ何やってるのかというと、今回立ち上げの様子を紹介する水槽に入れる流木を探しているんですね。お皿みたいなものも気になるってことで手に取ってしまうわけなんですけど、どうやら水槽には使えそうもないわけなんであります。それでも何か良さそうなものがありそうな気がするわけなんですけど、こういったお店が成り立っているということは買う人がいるんでしょうね。そんなわけで私はその買う人の一人なわけなんですけど、良さげな穴が開いた流木を見つけたわけなんであります。割と重さもあってですね、これは買いですね。そしてズバリこれなんですけど、草食動物の頭蓋骨に混じって鹿の角のような立派な流木を発見したわけなんであります。というわけで1500円ぐらいで買って自宅に持って帰ってきたわけなんですけど、半年ほど水の中に沈めておくわけなんであります。というわけで次は水槽の台なんですけど、出来上がったと連絡があったので取りに行ったら出来上がってない。しかもここはお店ではなくて制作現場、全く時間に余裕がないとやってられないわけなんですけど、そのおかげで皆さんにこの制作工程の一部、仕上げの工程ということなんですけど、その様子をご覧に入れることができたわけなんであります。何でも前向きに考えた方がいいってことで、このブランニューな水槽台も家に持って帰ってきたわけなんであります。すでに水槽が載っていますけど、これは特注の120センチスリム水槽。奥行きは35センチ。そしてここに外部ろ過フィルターを入れるつもりなんですけど、若干スペースがギリギリすぎるかもしれません。このサイズでオーダーしたのは私なんですけど、8月に日本から持ってきたこれですね。エーハイムクラシック2217。これをですね、先ほどの水槽キャビネットに収めたいわけなんですけど、入るんですかね。というわけでその前に水槽の裏に黒いシートを貼りたいわけなんですけど、水槽を設置する前に貼っておけばいいじゃないかと、そんな話もありますけど、この水槽かなり重くて一人じゃ運べないので製造元から配達してもらったわけなんですけど、その都合で水槽キャビネットの上にすでに置かれていたわけなんであります。かなり必要のない背景情報だったわけなんですけど、現在ご覧いただいている作業はワンオペですからね、正しい作業で行わないとかなり危険なわけなんであります。というわけで水槽台と同じ高さの何かを用意する。この何かの上に水槽をスライドさせるようにして移動するわけなんであります。そしてこれは水槽の裏側に貼るための黒いシート。これは文房具売り場のようなところで買った黒板のように物を書くためのものであり、アクアリウム用のものではないわけなんであります。使えそうなものは使いましょうってことで今回はこれを貼ってみます。ちょっとワンオペでやるのでテープかなんか貼って仮止めしたいと思います。こういう作業あまり得意じゃないんですけどね、できればやりたくないわけなんですけど、やってくれる人もいないので Do it myself するわけなんですけど、ぴったりですね。要はこれシールなんですけど、この紙のシールを水槽の裏一面に貼るっていうのは私にとってはかなりハードルが高いわけなんであります。水や洗剤が使えないのでフィルムを貼るよりも難しいわけなんであります。このように平らなもので水槽とシートの間に空気が入ったりしないように慎重に接着部分を広げていくわけなんであります。これうまくいってるように見えますけど、何回か剥がしてますからね。とにかく諦めないことが肝心だと思います。できました。というわけで黒いシートを水槽の裏に貼る作業が完了したわけなんであります。水槽をキャビネットに戻します。重いです。まずは水槽の片方をスライドさせるようにして水槽キャビネットに移動します。要は片側ずつ少しずつ移動させるということです。言ってますけど、このテープを離してテープを巻きます。よし、さあできました。準備完了。というわけでやはり何も入ってない水槽っていうのはいいですよね。そしてここからはいわゆる水槽の立ち上げ工程になるわけなんですけど、まずは砂から入れています。
次は飼育水をバケツからチューブを使ってゆっくりと入れています。さあ次はこの外部フィルターなんですけど、今回初めてこのエーハイムクラシック2217を使ってみるわけなんであります。いろいろなものが入っているので少し大変そうに見えますけど、取扱説明書がありますので、その通りに作業すれば通常問題なく設置できるわけなんであります。ただし今回はフィルター本体がキャビネットにうまく収まりましたけど、やはりスペースに余裕がないと取り付け作業が難しくなるわけなんであります。この横の仕切りはなかった方が良かったかもしれません。というわけで、石を配置する映像と魚をリリースする映像がなくなってしまったということで、すでにマラウイ湖原産の魚が落ち着いている状態を見ていただいているわけなんですけど、水槽立ち上げから2ヶ月経っています。これは随分前の映像ですけど、本来はもっとたくさんのムブナ系のシクリッドを入れる予定だったんですが、数ヶ月前に起こった飼育水の問題で多くのムブナを失ってしまったことから、この少し寂しい水槽となったわけなんですけど、後ほど何匹か追加するわけなんであります。水槽立ち上げから数ヶ月が経過し、12月、サンゴ石にたくさんの茶苔がついてしまいました。このような場合、当地では苔取り生態としてレッドアイラベオを投入すると一定の効果が得られるわけなんですけど、今いないので別な方法としてこのサンゴ石を裏返していきます。この茶苔は光が当たらなければ消滅するわけなんですけど、要はサンゴ石の茶苔がついていない部分、その面を表に向けるわけなんであります。おそらくエーハイムのような大型のフィルター内部にロカバクテリアが定着するにはかなりの時間を要するため、それを待たずに魚の飼育を開始したことで水槽内の飼育水が栄養過多となった。そしてライトの使用時間が長すぎた。このような条件が茶苔の発生を許してしまった。そんな風に思うわけなんであります。というわけで、この動画の冒頭で紹介した流木ですけど、約半年間のバケツ生活を終了し、この度晴れて120センチスリム水槽に収まることになったわけなんであります。まあこうやってですね、皆さんが寝静まってから作業してるわけなんですけど、家の中でヘッドライトをつけて作業する必要はないかもしれませんね。というわけで、水槽の中に入っているお魚にはごめんなさいねといった感じですけど、容赦なくこの巨大な流木を水槽の中に沈めるわけなんであります。こういった流木選びの注意点なんですけど、一つの塊でも複数の木が絡み合ったものがあるんですね。これはそういったものではないんですけど、以前そのような2つの木が重なって1つの形を形成したものがあったんですけど、そういったものの場合、バケツの中でアク抜きをする際にですね、2種類の木の間にある物質が腐り続ける、そんなことがあるわけなんであります。まあ当然アクアリウムショップで買ったものはそんなことはないでしょうけど、拾ってきた流木がそのようになったことが過去にありました。いわゆる木の周りを別の木がぐるぐると締め付けるような形、そんなようなものでした。というわけで、この水槽の青いアウロノカラ、これもマラウイ湖原産のシクリッドなわけなんですけど、先ほどの120センチスリム水槽の方に入れたいと思います。これはイエローラブと呼ばれていますけど、ムブナ系のシクリッドであり、他のムブナと一緒に飼育してたんですけど、意地悪されて弱ってしまったので、ここで単独飼育をしていました。こちらも同じ理由で別の水槽で飼育していたアウラタス、元気にそして大きくなったので120センチスリム水槽に追加で導入します。やはり同じ種類からは敵視されるようですね。
これからアフリカンシクリッドを飼育したい、そんな方はいますかね。僭越ながらそんな方に私からのアドバイス。このチャンネル始まって以来初めてのアドバイスだと思いますけど、ムブナ系のシクリッドの飼育はやめた方がいいんじゃないかなって思います。ムブナはどうやらアウロナカラと比べて成長が早いので、同じぐらいの大きさの稚魚を同時に調達すると、ムブナがアウロナカラよりも先に大きくなってしまうわけなんであります。しかもムブナはやはり気性が荒い。そんなこともあってそんなことを言ってるわけなんであります。当然水槽の環境にもよりますけどね。現在この水槽で力関係の頂点にいるのはこのレッドゼブラムブナ。相当偉そうなわけなんであります。というわけで今回は120センチスリム水槽、その立ち上げ、そしてその後の話だったわけなんですけど、今ご覧いただいているのはおまけ映像ということで、この川には何がいるのかなという作業をやっているわけなんであります。というわけでいろんなところでこんなことをやっていますけど、明日はですね、久しぶりにケンさんとなんとうなぎを釣りに行く、そんなイベントを控えていてちょっと楽しいわけなんですけど、うなぎといっても日本のあのうなぎとちょっと違いますけどね。もうそこしかないよね。まあそんなわけでうなぎが捕獲できたらかば焼きを作るシーンも含めて動画にしようと思ってるわけなんですけど、それについては次回あるいはその次の動画で発表ということになります。それ以降の動画でうなぎが出てこない場合は、難しいな。うなぎはどうなりましたかって聞かないでくださいね。なんかいるね。なんかいるわ。波紋が出るときに録画を押しても遅いよね。ここは来たことないエリアなので、なんか別のものというか知らないものが撮れたりしたらいいな。ずいぶん暗くなってきましたけど、あと10分待つ予定。さあ時間ですってことで30分ぐらい経ちましたので、網を上げたいと思います。どうでしょうか。いや、なんか深いな。あ、カニまた記録更新ぐらいのでかいカニが。これはカニですね。カニなんであります。怖っ。どうやって一匹いなくなった。一匹いなくなった。知らないうちに一匹いなくなった。あ、いた。ちょっ、このサイズ、メス。ね。もう一匹は何なのか、メスなのか。やっぱりメスです。